皆さん、こんにちは。小林です。今日は田中さんに来ていただきました。田中さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。飲食店の厨房で働いた時の話を、できるだけ自然に話します。今日は少しお腹が空きそうなテーマですね。そうですね。厨房の話をすると、音や匂いまで思い出します。その感じ、いいですね。今回はただ仕事を説明するだけではなく、現場の空気も聞きたいです。わかりました。忙しい時間の緊張感や、失敗した時のことも話します。このポッドキャストは JLPTN さんの聞き取り練習として作っています。でも、教科書の例文のように硬くならないように、自然な会話で進めます。聞くときは、料理名よりも仕事の流れと人の動きに注目してみてください。厨房では、一つの料理の後ろに、たくさんの小さい判断があります。では、田中さんが初めて厨房に入った日の話から聞いていきましょう。初めて厨房に入ったとき、最初に何を感じましたか？まず、音が大きいと思いました。水の音、包丁の音、注文の声が重なっていました。客席から見るレストランとは、全く違う場所に見えました。同じ店なのに、表と裏で時間の流れが違うようでした。客席は落ち着いて見えても、厨房はずっと動いているんですね。はい。料理が出るまでの間に、何人もの手が動いています。最初に任された仕事は何でしたか？野菜を洗って、決められた大きさに切ることでした。簡単そうに見えましたが、同じ大きさに揃えるのが難しかったです。大きさがバラバラだと、火の通り方も見た目も変わります。切るだけでも、料理全体に関係しているんですね。そうです。最初は、切る作業を軽く考えていました。でも先輩に、ここで料理の形が半分決まると言われました。その言葉は、かなり印象に残りそうです。はい。その日から、下準備を見る目が変わりました。料理は火を使う前から、もう始まっているとわかりました。では次に、その下準備の中で特に大変だったことを聞いていきます。はい。下準備は地味ですが、厨房ではとても大事です。下準備では、どんなことに一番気をつけていましたか？材料を無駄にしないことです。少しの切り方で、使える部分が変わります。忙しいと、早く切ることばかり考えてしまいます。でも、速さだけを追うと、後で量が足りなくなることがあります。厨房では、速さと無駄の少なさを同時に考えるんですね。はい。そこが意外と難しいです。ゆっくりすぎても、店の流れに合いません。味付けの準備もしましたか？しました。タレや調味料を、決められた分だけ用意します。ここで間違えると、料理を出す直前に慌てることになります。だから、使う前より、使う準備の方が緊張することもありました。見えない準備ほど、後で差が出るんですね。本当にそうです。準備が整っている日は、忙しくても崩れにくいです。逆に、準備不足の日はどうなりますか？小さい遅れが、昼の忙しい時間に一気に出ます。材料を取りに行く数十秒でも、厨房ではかなり長く感じます。その間に、注文が2つ3つ重なることもあります。準備不足は、
後ろの時間を苦しくするんですね。はい。だから、落ち着いている時間ほど、次の忙しさを考えて動きます。昼のピークはどんな感じでしたか？急に空気が変わります。さっきまで静かだった厨房が、一気に早くなります。注文が入るたびに、誰が何を作るかがすぐ決まります。考える時間はありますが、長く迷う時間はありません。判断の速さが必要なんですね。はい。ただし、早く決めても、確認は省けません。注文を聞き間違えることはありましたか？ありました。似ている料理名が続くと、頭の中で混ざることがあります。その時は、声に出して確認します。言わないまま動く方が危ないです。厨房では、聞こえたつもりが一番危ないこともあります。わかったつもりですね。仕事では本当に怖い表現です。そうです。わかったつもりで動くと、料理も時間も無駄になります。ピーク中に一番大切なことは何ですか？自分の作業だけに入り込みすぎないことです。目の前のフライパンだけ見ていると、次の注文に気づけません。でも、周りばかり見ると、今の料理を失敗します。そのバランスがかなり難しそうです。はい。目の前と全体を短い間隔で切り替える感じです。厨房の中ではどんな声かけが多いですか？通ります。暑いです。お願いします。という短い声が多いです。長く説明するより、相手がすぐ動ける言葉が使われます。ただ、短すぎると、新人には意味がわかりにくいです。短い言葉の後ろに現場のルールがあるんですね。そうです。例えば、暑いですと言われたら、場所を空けます。日本語がまだ不安な時、その声かけは難しかったですか？難しかったです。言葉そのものより、反応の速さが求められました。聞いてから考えると、もう相手が目の前に来ていることがあります。だから、よく出る声かけは体で覚えるようにしました。言葉を体で覚えるというのは面白いですね。厨房では本当にそうです。意味を知っているだけでは足りません。声を出す側として気をつけたことはありますか？小さすぎる声で言わないことです。遠慮していると、相手に届きません。でも、強すぎる言い方をすると、雰囲気が悪くなります。短くても、相手を責めない言い方を選ぶようにしました。忙しい時ほど言い方が大切になるんですね。はい。言い方一つで、厨房の空気がかなり変わります。印象に残っている失敗はありますか？あります。ある日、ソースを入れるタイミングを間違えました。味は大きく変わりませんでしたが、見た目が少し重くなりました。先輩はすぐ気づいて、出す前に止めてくれました。出す前に止められたのは大きかったですね。はい。もしそのまま出していたら、店の印象にも関係していたと思います。その時、どう感じましたか？かなり落ち込みました。でも、先輩は理由を一緒に確認してくれました。怒るだけではなく、どこで判断がずれたかを見てくれました。そこで、失敗は料理だけでなく流れの問題でもあると分かりました。失敗を一つだけで見ないということですね。はい。なぜそのタイミングになったのかを考える必要があります。
その後、何を変えましたか？料理ごとに最後に確認する場所を決めました。色、量、香り、皿の向き。この4つを短く見るようにしました。全部を長く見る時間はないので、見る順番を決めたんです。自分なりの確認リストを作ったんですね。そうです。それからは、慌てても戻れる場所ができました。厨房で働いていて、お客様のことを意識する瞬間はありますか？あります。料理を出す直前に、これは誰かの昼ご飯なんだと思うことがあります。忙しいと、料理がただの注文番号に見えてしまいます。でも本当は、その先に待っている人がいます。その考え方は仕事の見方を変えますね。はい。客席が見えない厨房でも、お客様の存在は消えません。直接ありがとうと言われることは少ないですか？少ないです。厨房にいると、直接の反応はあまり見えません。でも、皿がきれいに戻ってきたときは、少し嬉しくなります。言葉はなくても、ちゃんと食べてもらえたんだと思えます。厨房らしい喜びですね。そうですね。表に出ない喜びですが、続ける力になりました。クレームが来た時はどうでしたか？正直、最初はかなり怖かったです。自分のせいかもしれないと思いました。でも店では、誰か一人を責めるより、原因を確認します。温度、時間、説明、出し方。いくつかの点から見直します。問題が起きた時こそ、チームの考え方が出ますね。はい。落ち着いて確認できる職場は、働きやすいと思います。厨房では衛生管理もかなり厳しいですか？厳しいです。手洗いだけでなく、まな板や包丁の使い分けもあります。肉、魚、野菜で道具を変えるので、最初は覚えることが多かったです。間違えると、料理の問題だけでなく安全の問題になります。安全という言葉が出ると重さが変わりますね。はい。美味しいより先に、安全であることが必要です。掃除の時間も大事ですか？とても大事です。閉店後の掃除で、その店の本当の姿が見える気がします。忙しい時に汚れた場所を、そのまま次の日に残さないようにします。疲れていても、最後の掃除を雑にすると、次の日の自分が困ります。未来の自分のための掃除という感じですね。まさにそうです。次の日の朝に、きれいな厨房を見ると安心します。衛生管理で言葉として難しかったものはありますか？消毒、交換、確認済み、という言葉はよく出ました。最初は確認済みの意味が、聞いただけではすぐわかりませんでした。でもラベルや声かけと一緒に覚えると、自然にわかるようになりました。言葉だけではなく、物と場面で覚えるんですね。はい。厨房の日本語は、手で覚える言葉が多いと思います。厨房の人間関係で大切だと思ったことは何ですか？機嫌が悪い時でも、必要なことは伝えることです。忙しいと、どうしても声が強くなる人もいます。でも、そこで何も言えなくなると、仕事が止まってしまいます。遠慮しすぎても現場では困るんですね。はい。もちろん言い方は選びますが、伝えることは必要です。先輩との距離感は難しかったですか？
最初は難しかったです。どこまで質問していいかわかりませんでした。でも、同じミスを繰り返すより、早めに聞いた方がいいとわかりました。質問するときは、何がわからないかを短く言うようにしました。質問の仕方にも練習が必要なんですね。はい。全部わかりませんというより、ここまでわかりましたという方が伝わります。後輩が入ってきたときは、見方が変わりましたか？変わりました。自分が前に困ったことを、後輩も同じように困っていました。その時、教えることは自分の確認にもなると気づきました。説明しているうちに、自分の理解が足りない部分も見えてきます。教える側になると、仕事の見え方が深くなるんですね。はい。後輩のおかげで、自分も成長できたと思います。厨房で働いて、日本語の聞き取りは変わりましたか？変わりました。特に、短い指示を聞いてすぐ動く力が伸びました。学校の日本語は、文がきれいに並んでいます。でも厨房の日本語は、途中で切れたり、省略されたりします。そこが N さんの聞き取りでも難しいところですね。はい。きれいな文を待っていると、現場では間に合いません。どうやって慣れていきましたか？よく出る言葉を、場面と一緒に覚えました。例えば、あと何分、先に出して、少し待って、という表現です。文法として覚えるより、動きの中で覚えた感じです。言葉が動きと結びつくと忘れにくそうです。本当にそうです。耳だけでなく、手も覚えています。N さんの学習者におすすめしたい聞き方はありますか？全部の単語をより、誰が何を急いでいるかを聞くといいです。料理の名前がわからなくても、人の動きがわかれば話についていけます。厨房の話は、状況を読む練習に向いていると思います。ただ聞くだけではなく、場面を想像するんですね。はい。場面が見えると、言葉の意味も自然に入ってきます。仕事が終わった後は、どんな気持ちでしたか？体はかなり疲れていました。でも、不思議と頭はまだ厨房の中にありました。帰り道でも、あの注文はもっと早く出せたかなと考えることがありました。失敗だけでなく、うまくいった流れも思い出します。仕事が終わっても、心の中では振り返りが続くんですね。はい。厨房の仕事は、その日のうちに反省することが多いです。その振り返りは、次の日に役立ちましたか？役立ちました。次の日、同じ場面が来た時に少し落ち着けました。前の日に考えていたので、動き出しが早くなりました。小さい反省でも、次の忙しい時間を助けてくれます。厨房は、毎日少しずつ修正していく場所なんですね。そうです。一日で急に上手になるというより、少しずつ整っていきます。働く前と後で自分の中で変わったことはありますか？料理を見るとき、前より裏側を考えるようになりました。早く出てくる料理ほど、準備や連携がしっかりしています。それに気づいてから、外食する時の見方も変わりました。今日は、レストランの厨房で働いた経験について聞きました。厨房の仕事は、料理を作るだけではなく、準備、確認、声かけ、片付けまでつながっています。忙しい時間ほど、急ぐことより、流れを崩さないことが大切でした。
聞き取れない時に確認することも仕事の一部だと分かりました。もう一度聞くときは、注文、準備、確認、声かけという言葉に注目してみてください。また、誰が何を急いでいるのかを想像すると、内容が追いやすくなります。厨房の日本語は早いですが、場面と一緒に覚えると少しずつ分かってきます。今日のポッドキャストを最後まで聞いてくださってありがとうございました。疲れた時は少し休んでから短い部分だけでも聞き直してみてください。それでは次の日本語の時間でまた会いましょう。